にちは、小説家の深澤しおです。今日は1月24日に発売した私の初めてのエッセイ狭間の私についてお話しします。1月24日に発売しました狭間の私、最新刊のエッセイです。エッセイを書くのは初めてなんですけれども、このエッセイはもともと韓国の出版社の方から韓国で日本食がすごく流行ってるっていうことで、食のエッセイを書いてみるのはいかがですかっていうことで依頼されて書き始めたんですけれども、これを書き始めるにあたりたまたま Dialogue for People という団体の方からそこのサイトでエッセイを書きませんかと言われたので、韓国で出す予定があるのでこちらでじゃあ原稿を出していくのでエッセイをそのタイトルでよろしいでしょうかっていうことで連載を始めたものです。毎月1本だいたい書いてたんですけれども、食のことを書き始めたらそのうちやっぱり自分の幼い頃の思い出っていうのにつながっていって、やっぱり食べることって生きてきた思い出にとてもつながっているので、自分の振り返りみたいな感じのエッセイになってます。それでこの本は日本で出版する予定は初めはなかったんですけれども、集英社インターナショナルの編集さんから依頼していただいたので日本語でも出すことができました。で、韓国では3月あるいは4月に翻訳が出ることになっています。日本と韓国の間で揺れ動く私の心の内だとか、そのことによって影響された、行動が事細かに書かれていて、で一番最初のエッセイの1章目はキムチについてなんですね。で、私在日コリアンの家庭で育ち、キムチがそもそも食べられなかったんですけれども、それが今はキムチ大好きなんですね。で、そのキムチに対する思いと、日本に住んでるけれども自分の国は韓国っていう30歳まで日本国籍ではなく韓国籍だったので、その中で揺れ動く気持ちっていうのはキムチの好き嫌いとすごく連動してるので、そのことが導入として1章目に書かれています。で、キムチに関しては私はいろいろアレンジしたり料理でよく使うんですけれども、もちろんキムチそのものも食べるんですけれども、いろんな食べ方があって、それも少しこの中にも書かれています。それからこれどんなものが出てくるかっていうと、食べ物なんですけど、私執筆の合間も含めてコーヒーが好きなので、コーヒーについてでコーヒーにまつわる思い出ですね。で、小さい頃コーヒー禁止されてていつから飲むようになったかとか、コーヒーを飲んでる場面でどんなことがあったかとか、おじが喫茶店を都内で営んでる時があったので、その時の思い出とか、コーヒーにまつわるお話も書いてあります。その次がお寿司についてなんですね。で、お寿司って日本の代表的な食べ物と言われているんですけれども、私は実はお寿司は食べれない時期があったんですね。で、その食べられない時期でどうして食べられなかったか、幼い頃、姉を亡くしてまして、その姉の思い出とリンクしているので、食べられなかった。今はもちろん大好きなんですけど、やっぱりこのエッセイの中って自分が克服してきたことも書かれていて、お寿司については日本の象徴的なものっていうことでもあって、暮らしている日本への愛着とかそういうものも含めて書かれています。それから4話目はカップ麺についてですね。で、カップ麺の思い出っていうのがいくつかあるんですけれども、それもまた幼い頃の、ちょっとトラウマ的な経験だったりとか、人生で一番美味しかったカップ麺はいつ食べた何だったかっていうことも書かれています。で、その後5話目には
お酒のこと、それは祖父母の思い出もあったり、自分がお酒で失敗したことで、お酒を初めて飲んだ時、それから楽しく飲んでる時、いろんな場面がエピソードとして書かれてます。で6話目は韓国ではチメクって言って、チキンとビールっていう定番の組み合わせがあって、フライドチキンの特にケンタッキーの思い出みたいのが、やっぱりそれが幼少期中学受験をしたんですけど、その時にケンタッキーフライドチキンすごくよく食べてたので、そのことなどが書かれています。それから7話目はお肉のついてで、8話目はお肉の中でもポッサムって言って茹でた豚の韓国の料理があるんですけれども、その茹で豚についての思い出。そして9話目はアメリカに短期留学語学留学していた時期があって、その時に韓国人の学生と出会って、どんな交流があったか、どんな思いがあったかっていうことも含めて、アメリカ留学の時の思い出、それからベーグルが日本に上陸してから私の子育て時期だったんですけれども、子供と一緒にベーグル屋さんに行った話ですとか、あと今韓国でベーグルがすごく人気で、その韓国ソウルに行った時に食べたベーグルの話なんかも書かれています。から10話目はチョコレートについてで、これはもうバレンタインデーの話を書いてますね。青春時代というか、高校生ぐらいとか、小学校の頃からエピソードは書かれてるんですけど、バレンタインデーの思い出、それから恋愛至上主義について、恋愛するのが当たり前みたいな考え方とどう戦ってきたか、そこに取り込まれてきたかっていうことが、チョコレートを切り口に書きました。それから11話目と12話目は私のダイエットの歴史を書いています。皆さんもしかしたら一番気になるところかもしれないんですけれども、でこれはルッキズム、その見た目至上主義との関連で、そういうものに非常に毒されていた私が、どういうふうに乗り越えていったか、今どんな思いでいるかということも書いています。そして13話と14話は縁を言う人という小説を紹介したと思うんですけど、お見合いおばさんの話を書いてるんですけど、アフタヌーンティーについて書いていて、で私はお見合いが自分が経験したものから小説を書いてるんですけど、実際はどうだったのかで、私が結婚に至るまでの話で、今離婚してますけれども、そのお見合い結婚をした時のそのきっかけとなったお見合いはだいたいホテルのティールームでしたんですね。今みたいにお皿を重ねるようなアフタヌーンティーはなかったんですけれども、ホテルでアフタヌーンティーした時にどんな攻防が繰り広げられていたかみたいなことですね。で結婚に対する思いで、私は同じ在日コリアンの人と結婚したんですけど、その在日コリアンのお見合い事情みたいのをその時に驚きを持って経験しましたので、そのことが書かれています。そして15話は子育てがちょっと辛い、ワンオペで辛かった子育て時期に、サンドイッチをよく食べたんですけど、サンドイッチについてのことを語ると子育ての大変な時期のことが思い出されるエピソードになっています。最後はお茶漬け、ヌルンジっていう韓国のそのお茶漬けみたいのがあるんですけど、それプラス、在日の料理みたいな、そのヌルンジっていうのがやっぱり私言葉も知らなかったんですけど、祖母がよくくれたものが、実はヌルンジって韓国の料理だったな。私の幼い頃とか今思い返すと知らないで朝鮮半島の料理を口にしていたし、それがどんどん結婚した家庭でもそうですけど、自分の家でも、ちょっとよく考えるとオリジナルの韓国料理と違ってなんかガラパゴス化というか独特のアレンジがされて在日料理みたいになってるなっていうことなどが書かれています。私も韓国風の料理ってよく作るんですね。でそのちょっとアレンジしたというか変化球になっていて、紹介もしたい料理が1個あって、でそれを母から聞いた料理なんですけど、麻婆豆腐韓国風みたいな感じのものを
母からレシピをもらって作って、結構いろんなところに活用して、豚肉とネギの代わりにピーマンでもいいんですけれども、生姜、にんにく、それから好みで椎茸とか入れて作る、本当にシンプルで美味しい料理なんですけど、私も母が作ってくれて大好きで、自分でも作ります。お酒にもぴったりです。はい、これ読んでいただくと、全体的に自己肯定感の低さ、それから両親、特に母親との葛藤、そして友人とコミュニケーションが下手な、中学生高校生がどうやって、小学生の時はもちろんそうなんですけど、プラスやっぱり韓国と日本の間で悩まされてきた人生みたいのが詰まっています。韓国に興味があるとかないとか抜きにしても、本当にこんなになんかこじらせてるんだなみたいなのが分かるので、それで伊藤麻子さんが推薦文と帯を書いてくださってるんですけど、私恋愛至上主義ってさっき紹介したところで、自分が尽くしすぎちゃってダメだったみたいな経験も語っていて、でそれがすごい伊藤麻子さんのエピソードなんか聞いていると近いなと思っていて、で麻子さん私同窓生なんですね、中高の。なんでもうぜひ読んでいただいて推薦文書いていただきたいなと思ったら、すごい快く承諾してくださって、本読んでこういう帯と推薦文も裏に書いてくださったんですね。なのであんまりこう国と国の話っていうことだけではなく、その自分に自信を持てない、それはやっぱり日本でやっぱりちょっと差別があったっていうことで自分が肯定できなかったっていうのがあるんですけど、そうじゃなくても自分に自信が持てなくて卑屈になっちゃったり、変な行動をしちゃったり、友達にこびちゃったりっていうような経験ってある人って多いと思うんですね。でそういう人も読んでもらえるとなんか少し元気が出る、それが克服されてる話なので、何かのヒントになるんじゃないかと思いますので、ぜひお読みいただきたいです。すごく読みやすくて割と一気に読めますし、1話ずつ楽しく読んでくださってももちろん構わないんですけれども、本当恥ずかしいぐらい本音を書いているので、このことまで書いちゃってよかったのかなっていうような感じの本です。はい、コメント欄に狭間の私を読んだ感想なども書いていただけると大変嬉しく思います。ぜひぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。